皆様こんにちは、おともです。周油伝第4章行くぞ。京都の攻略まであと一歩というところで、関との戦いを制した曹操が大軍を率いて凱旋してきた。無謀な勝負を回避するため、周瑜は孫作に退却を進言。孫作は周瑜に従い、五軍は江東へと戻った。この戦で孫作を脅威と認めた曹操は大規模な南西の軍を編成。慶州で水軍を手に入れると江東へと進撃してきた。孫作は曹操から逃げ延びてきた劉備と手を組み、石壁の地で曹操を迎え撃つ。孫作、やはりあの時曹操を叩くべきだったかもしれん。奴の船団、こけ脅しでないのならば途方もない大軍だ。周瑜殿の判断は間違っていません。むしろ今こそがこう。諸葛亮、策があるな。孫悟と劉備、それぞれに勝利をもたらすものが一つ。それぞれか。いいじゃねえか周瑜、一つしかねえ道なら突き進むだけだぜ。君がその顔をすると負ける気がしないな。ならば行こう。この大河に我らの知勇をほとばしらせん。これだよ。はい。ここは船団での戦いで撃破数を稼ぎやすい。狭い場所での戦闘が多くなりがちで密度が上がり、家計で敵の体力が落ちることで仕留めやすくもなると。真の三国無双を狙うならここでの稼ぎも重要。800は欲しいね。京都が渋い分要求値が高い。そんで周瑜操作でのこのステージの特徴が開始1。東の端っこ開始なために真っ先に救援したい南西からかなり遠く。それゆえ序盤中盤で味方の配送を許しやすい。迅速使えばカバーできるとはいえ、もったいないしな。そうそう。だから今回は周瑜用に別の攻略ルートを構築。スムーズな救援や攻略を実現していくぞ。それじゃあ始めるぞ。周瑜伝第4章。石壁の戦い。孫作軍の力を知り、脅威を取り除くべくやってきた曹操の大軍勢。孫悟と劉備軍、二つの知勇を掛け合わせ、長江の水面に勝利の炎を映し出す。俺たちの力で曹操なんかぶん殴る。周瑜、作戦はお前に任せたからな。よーし、周瑜様が頑張るんだもん。私も張り切らなくっちゃ。そろそろ頃合いですね。私は最短祈祷の準備を始めましょう。ならばこちらは炎の準備に入ろう。郊外で船へと向かわせよ。では始めていこう。まずは核を倒す。南西の救援は後回し。南側の味方は脆いようで意外と持つ。絶対直行ってほど切羽詰ってるわけじゃない。だから無理な移動はせず、近くの敵から倒していく。具体的にはこの核と召喚入金。これら東にたかる敵を今のうちに倒しておけば、以降ここらの味方は安泰だし、士気も盛り返しやすくなる。ドラを鳴らせば、それを船が見える。それで敵陣へと攻め入る道ができるだろう。合わさせ。ただし、敵にとっては攻める機会。船を動かすとき、状況に気をつけろ。船の解説ちょっとおもろい。思ったよりプレイヤー向けにしっかり説明していたよな。丁寧ではあるけど、ちょっと周囲。召喚を倒したから右近も被爆。偏見苦戦してんな。今回は関東の戦意が高いからな。まあでも大丈夫よ。ここでの仕事を終えてからでいい。右近の撃破、これでこの場の仕事は終わり。次の機会に行くぞ。時は
お、人を始めるようだ。大丈夫これ？普段より攻略丸1分半遅れてっけど。だから平気平気。ちゃんと間に合うから。ほんとかな。この序盤撃破が後々効いてくるからよ。現在開始1分39秒。悪くないペース感。続いて詳細をくり抜いておく。まだなんかやるんですか？これも必要なんだ。こいつが問題だと妙に頑丈で、集団味方に撃破を任せられない。戦意が高いと思うから、ルートの都合上後で行くのも余計になっちゃうし、今しかないんだ。副将ついてるからかな。頑丈なのって、戦力数でもだいぶ戦力底上げされんだよな。全く画面を聞くとともに副将は鬱陶しいぜ。話を戻して詳細撃破。これで修理用の使い終わり。いつものルートに合流するわよ。人に集中できません。クレイマー諸活用。業務提携先への釘打ちも忘れない栄養の鏡。絶対やめましょう。南西の敵を片付ける。諸活用は頑丈なんであれもまだ大丈夫。こいつらの後に南砦の寄せても撃退してから、ようやく諸活用の救援にかかれる。てかよく見ると孫権やられかけてんな。危ねえ。やっぱ結構際どいじゃないですかこのルート。大丈夫そうなるのは毎回じゃない。たまに程度。まずは南朝撃破。守衛観光も平らげるぞ。そういや新三国無双オリジンズの体験版始まりましたね。結構話題になってるよな。お供はもうやったのか？いやまだ。Steam でもやれるからそっちでやってみようかなって。なんで早くやらないんですか？この動画を編集してるからですね。あ、はい。あとはスクでちゃんと動くのかなって。スペック的には大丈夫そうだけど、運番無双5とかも激重でちゃんと遊べてないし、ただこういうのって設定面の問題が大きいらしくて、そういうの苦手なんだよな。すごかった方がいいんかね？南西の援護完了。南砦の援護に行きます。ロックとかそろそろ厳しくない？大丈夫？平気平気。ピンピンしてっから。南西組と違ってあっちは拠点内だからな。見た目以上に強度は高いよ。少々厳しいかもしれませんね。さすがに苦しいか。それでもまだ大丈夫。本当に。練習中諸活用は一度も死んでないから。話を戻して南砦の救援。自由に3軍団おります。楽しいね。まずはラングで1軍団。そういやでも修理のキャラでさ、結構叩かれてる印象。僕でガムが良かったなんて声もよく聞く。そう私は好きだけどねこのデザイン。華やかかつ軽やかで、モーションにも合ってる。まあ僕でガム方が4までの安さは引き継いでるけど、そもそも4のキャラデザがそんな好きじゃないし。そうだってどのキャラもまとまっていいけど似たり寄ったりだし、シルエットや色使いもあまり面白みを感じられない。なんかやぼったいんだよな。両縁かきり天撃か。鎧もんよ。さてと、ようやくあいつの救援にかかれる。いつも涼しい顔で指図してきやがってよ。ほらやっぱ提携先の方々怒ってるじゃないですか。出先での言動は気をつけてくださいよ。話を戻して祭壇にたかる敵を片付けます。機体開始直後に脇がきちんと移動してくる徐行。祭壇は狭いんで結構ボコられやすい。要注意。祭壇周りの段差とか階段で攻撃途切れたりとかもよくある。安定して戦いたいなら端っこまで入山急所。でも騎馬隊いいんだよな。端っこで騎馬隊当たりされたくない。まあいい。重傷がせめたの男。分身連無限大車輪ラッシュ。爽快だぜ。分身連無限はやっぱ最強なんだよ。これでようやく前半戦が終わり。序盤の下ごしらえ完了。長かったな。さて冒頭のオフ会はこれからどう花を咲かすのか。まあまあ、それはこれからのお楽しみ。現在開始4分52秒。特に問題なさそう。じゃあ戦団に入って、主要な敵をくり抜いていこうか。具体的には巨巨、細胞、強行、序書、立地や移動パターン、強さ的に味方に任せづらい面々。それらを振り抜く道中で祈祷もそのうち終わるから。そしたら先行の拠点制圧して、本陣の敵を一掃。思い描くのはこんな感じ。細胞を誘導しつつ巨巨の撃破にかかります。巨巨は付き添いが多いけど、ハイパー化はしてないからそんな怖くない。ちなみに巨巨、このタイミングでプレイヤーが拠点内に通るとよく下側にワープする。まあすぐ歩いて戻ってくるから、あんま関係ない。特に限らず、ワープポイントちょいちょいあるよね今作。まずは大量撃破、巨巨の下から倒しにかかろう。体力多いし分身使っていこうか。また分身全部分で蜂の巣にしてやるぜ。通せないか。一定攻撃は攻撃範囲広いからな。地響きが立体的な上に終盤で打つから、まともに勝ちはえん。まあいい、このまま落ちで。巨巨撃破、一応分身時間内に収められた。ちょうど拠点成長出てきたし、制圧もしちゃおうかな。
よし、これで制圧。ここでの戦いで撃破数130人くらい。まあまあ稼げたか。悪くない。次は北上して強行行くぞ。お、孫権頑張ってんじゃん。強行を片付けます。こいつも大所帯だけどハイパー買わない。あと強行自体、結構耐久が薄いです。ここぐらいの難度なら、両手振りからのランクで落ちれる。武将ごとの体験差も実は結構大きいよな。ハイパー状態に関わりなく、ランク後の残りがだいぶ違うからな。割と奥が深い。話戻して2度目のランク。これでいけるやろ。ただ周遊のランク微妙に途切れやすくてな。全部3から1にかけてのループ部分が結構長いんだよな。当たる角度によっては復帰が間に合っちゃう。そうそう。だから慎重に。よし撃破、と安心。このまま部署まで振り抜いてしまおう。郊外も動き出したね。船着きが到着と船での移動もあるし、家計までまだ結構ある。ならそれまでに必要な仕事を終えてしまおう。助手振り抜きに、西路線制圧まで行けっかな。助手を仕留めます。弓兵と剣の副将が一人ついてる。まあこの難度なら大したことはない。ただこいつの例にも出て画面外ではまあまあ頑丈。そういうわけで、ここまで相当でしてきたわけだ。しかし今回だいぶワンマン攻略感あるな。北東以外ほとんど自分で出向いてる。まあここはそういうもんだから、家計から一点公正な都合上、前半は味方の突破力に期待できない。それだけならまだいいんだけど、家計から総攻撃始まっても味方がそこまで強くないんだもんな。戦意高い軍団1個で簡単に止まる。序盤くり抜いた詳細とかもか。戦団外には式以外で干渉できないし一番燃やしたい本陣は燃えないしで、いろいろ納得いかん。まあいい、展開自体は悪くない。遅延の不安要素も排除できたから、あとはもう波に乗って攻略するだけ。送信が降りてきたから領収ついでに片付けようか。郊外もそろそろ船を出してはイベント前に2人を倒しきれるかな。運賃使ってんじゃん。じらじらしい。送信領収できた。制圧するぞ。来た来た。大船団などと調子に乗りおってくらえ。水の上で孫悟に勝とうなんぞ100年早いわ。早々臨戦団、戦場。使いの効果も相まって家計の被害拡大。よしよしこれで策はなった。安価の敵をめたら復築するのだ。ちなみに周囲操作だと周囲のこのセリフ出ません。マジ？寂しい。忙しいから喋ってる余裕はないんでろうて。まあいい、家計で敵の体力落ちて倒しやすいで。撃破数稼ぎがはかどる。我らが制したぞ。西路線制圧、これで先行に達成。最終戦前に戦況見とこう。本陣外の敵軍団もすぐ倒せそうだ。よしよし、これで安心して仕上げにかかれる。じゃあ今回の最終戦行くぞ。そうそう、および装備をこの天下から消し去ってくれん。ここも燃えてくれたらな。そしたら撃破数稼ぎの敵軍団撃破のラグだったのよ。まあランド落ちすぎる支障がないか。家計開始から少し経つと早々が撤退を開始。本陣の東についてる船に乗って北海まで脱出を図る。攻略自体にはそんな関係ないけど線が出ちゃうとその間干渉できなくて、クリアが遅れるのがかっこいい。そういうわけで出る前に終わらせるか、一緒に乗り込んで仕留めたい。よし早々の取り巻き一掃。しかしもう早々が脱出線にたどり着いちゃう。待ってけろ。早々もまだ生き残ってる。さすがにもうあっちまで行けん。倒してくれ味方。倒れた。一応確認。早々だけです。
よし、これでフィニッシュ。早々撃破、これで攻略完了です。開始1に難ありな周囲だったが、攻略は全然へっちゃらだったか。まあ自力が違うから、周囲は。ちなみに脱出線のここ、めっちゃドラ鳴らせます。めちゃくちゃなってる。見えないのに。曹操は死んだ。こっちに勝ちだぜ。周公金、常に勝ち続けるのみ。クリアタイムは9分37秒。10分切れたねー。しかし749人。目安超えられてないやん。五郎館に続き、そこなんだよな。あとは11人切りたかった。しかし早々の脱出イベントがある以上、あんまり見つくさつってられないんだよ。まあしゃあない。伝令、劉備の軍が慶州の曹操軍を攻撃、各地を制圧した模様。何？諸葛亮、それぞれの勝利とはこれか。劉備殿にとって寄ってた土を得ることは急務。西の益州を得るまでに慶州を仮の宿とさせてもらいます。この勝利は貴様の力によるところも大きい。今日は見逃してやろう。だが曹操天下から消えた以上、ええ、戦うべき敵は互いを置いて他にいません。ではいずれ。そう、私が討つべきはお前なのだ、諸葛亮よ。では周遊伝第4章はここまで。天下から曹操が消え、残るは孫作と劉備との一騎打ち。駆け抜けていこう。ご視聴ありがとうございました。